皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日韓双方で行われた世論調査の結果について取り上げようと思います。この話題というのは、テレビニュースなどでも報じられました。その報じられ方というのは、韓国側から見た場合の日本への評価、この日本への評価というものが大幅に悪化しているということを伝えるニュースでした。しかし、私はこのニュースを聞いて、その原文に当たった時に全く違う感想を持ちました。それは、韓国側が日本に対する評価というのが悪いというのは、別に今に始まった話ではありません。むしろ私が気になったのは、日本側の方が韓国に対する評価、こちらの方が私にとっては重要に思いました。そしてその注目すべきポイントとしては、日本側が韓国に対して悪い評価を下しているのは、あくまでも過半数以下であるという点について私は問題視しようと思います。報道では韓国側の方が 70% 以上の人たちが日本に対する悪い評価をしているという相手からどう見られるかといった話が主題になっているわけですが、私としては日本側の評価というのが韓国に対してさほど悪くないということこそ本来最も注目すべき点ではないでしょうか。というわけで今回はそうした日韓世論調査についての話と韓国側が日本に対してどのような点について怒っているのかまた悪い評価をしているのかというその具体例についても新しい話題を紹介しようと思います。それでは関連ニュースを見ていきましょう。韓国人の対日世論急速に悪化、印象良くない 71%。 日本の非営利団体言論 NPO などが15日発表した日韓共同世論調査によると韓国人の 71.6% が日本の印象について良くないと答え、対日世論が急速に悪化した。日本政府による2019年7月の輸出管理措置や民間交流が途絶えた影響が大きいとみられる。良くないが7割を超えたのは2015年以来、日本観光ブームもあって、印象は4年連続で改善し、2019年は 49.9% だった。良いと答えた人は 12.3% で、調査を始めた2013年の水準に落ち込んだ。日本人の韓国に対する印象は良くないが 46.3% と2019年と比べ 3.6 ポイント減った。2019年は前年に判決が出た元徴用工訴訟や韓国艦艇による自衛隊機へのレーダー照射事件が響いた。日韓関係の重要性の質問では、韓国では重要だと答えた人が 82% と高い水準を保った。他方、日本側は 48.1% にとどまり温度差がある。日韓対立の発端となった元徴用工訴訟をめぐる韓国世論は、最も多かったのが判決に従い強制執行を行うべきだで 36% だった。政治的な決断が必要が 18.2% と続き、日韓請求権協定に反するので、日本企業は強制執行に従う必要はないが 14% だった。日本側は日本企業は強制執行に従う必要はないが 29.3% で解決は難しい 15.9%。元徴用工への補償は韓国政府が行う 8.7% と続いた。調査は言論 NPO と韓国のシンクタンク東アジア研究院が2020年9月から10月に実施した。日本側は対象者に渡した調査票を後日回収する方法で有効回答は1000、韓国側は対面調査で有効回答は1006だった。韓国側の日本に対する批判的な評価というものが高いわけですが、彼らにしてみれば日本で何かが行われるたびに不満と批判というものを展開している状況です。その一例を取り上げましょう。日本の新型潜水艦大芸進水。韓国ネットはそのデザインに注目。怒りがこみ上げる。2020年10月14日、韓国連合ニュースが日本の海上自衛隊の新型潜水艦の進水式について報じ、ネット上で注目を集めている。記事は共同通信の報道を引用し、海上自衛隊が三菱重工業神戸造船所で新型潜水艦の進水式を開催したと報道。大きなクジラを意味する大芸と名付けられたこの潜水艦は、2022年3月に就役が予定されている。基準排水量3000トンで全長84メートル、全幅 9.1 メートルで乗員は約70人。船体は従来型より相手に探知されにくい形状に設計され、リチウムイオン電池の搭載で潜航時間を長くしたのが特徴。建造費には約760億円が投じられたと説明した。さらに防衛力整備の指針、防衛計画の大綱では2010年以降、
中国の海洋進出を念頭に日本が保有する潜水艦を16隻から22隻に増強する目標を掲げてきており、大芸が部隊に投入されれば22隻体制が実現することになるとも伝えている。それではこの記事の中でデザインが注目されているというので大芸についての映像を見てみましょう。こちらが大芸の進水式の映像です。本艦の大芸と思います。進水式の様子というものを皆さんにご覧になってもらったわけですが、それでは韓国側の反応を見てみましょう。韓国の多くのネットユーザーが注目したのは大芸のデザイン。前方が旭日旗模様になっていることから何を考えているのか怒りがこみ上げてくる。戦争の準備かと物議を醸している。また日韓を比較して日本の軍事力は馬鹿にできない。韓国よりもたくさんの国防費を投じている。日本は国防力を高めることに力を入れているのに、韓国の政治家は反対してばかり。敗戦国の日本は好き勝手に軍事費用を増やしているのに、韓国はいつもアメリカの顔色を伺ってばかりなど、ため息混じりの声も見られる。一方で、そしたら韓国は200隻作ろう。潜水艦船では韓国には到底及ばないと意気込む声も見られた。日韓の世論調査において、相手の国に対してどう思うかという話がそれぞれ数値として出てきています。その中でニュースの主題となるのは、韓国側の評価が急速に悪化しているという点について主に取り上げられ報じられていました。しかし私は双方の数字を比べたときに、やはり日本側が韓国に対する悪い評価というものが少ないということにこそ不安を覚えました。日本人というのは韓国に対する悪い評価が過半数を超えていない、このような事実というのがむしろ私にとっては今の国際情勢から言っても日韓関係から言っても正しい知識が広まっていないように私には思いました。こうした日本側の否定的な意見というものが過半数を超えていないその背景には、何と言っても相手を拒絶するという行為そのものに抵抗を覚えている日本人が多いということが一つ考えられます。それこそみんなで仲良くしましょうねといったような話や、和をもって尊しなすといった精神というものが残念ながら悪い方向へと作用しているように私には思いました。また最近では日韓関係のことよりもむしろ米中冷戦の方へと目が移り、それに伴って韓国側に対する関心というものが薄れ、韓国のことなんか放っておけばいいといった意見なども聞くようになりました。そういったこともあって韓国に対する関心を失った人たちというのは、こういった意見を聞かれた時にどちらでもいいよという話や、もしくはもう無関心なことで無回答という形になるのかもしれません。しかし一方でこれは日本側の話であって韓国側は全く事情は違います。それこそ韓国側では日本に対する憎悪を植え付けるための反日教育というものが国家政策として子どもたちへの教育現場へと持ち込まれています。ですからどのようなニュースがあるかないかといった話とは全く別次元で、常に授業の中で子どもたちには日本というのはこんなひどいことをした国なんですよ。だから我々は日本に対して永遠の謝罪と賠償を求め続ける権利があるんですよ。そのことに対して反論するような日本人というのがいるのであれば、歴史修正主義者や極右の政治家のような人物であり、否定されるべき存在、いわゆる悪であるということを一つの定型パターンとして教え込むのです。そして現実においてまさに日本の主張や行動といったものが彼らの考える正義に反するようなものであれば、それは批判して当然なものであり、そして世界へとそのような悪行について広めて日本の文化や文明、日本人に対する攻撃を加えることは正義な行いであるというのが彼らにとっての考え方の基本なわけです。このことの具体例としては、つい最近私はドイツ・ベルリンにおいて少女像が建てられたというニュースをお伝えしました。この少女像というのはまさに一般論として戦争被害者の人たちを哀悼するためのものとしてまずは設置されました。しかしその像の横には碑文があり、その碑文には日本がどのような悪行を重ねたかといったところを具体的に書き、しかもそれが創作文であるというのが一つ大きな問題でした。ですから設置するときには一般論として戦争被害の目的として書き、そして実際に設置した段階においては日本の悪行を追求するといった二段構えになっていたのです。しかし日本側の抗議によってこの
少女像についての撤去をしなさいという通達が出た後、韓国側は大いに反発しました。韓国側はここでも本音と建前を使い分けています。この像はあくまでも戦争被害者を哀悼するためである。この像というものを撤去しなさいという日本こそ戦争被害に対する反省の気持ちがない非常に人権意識の低い国だといったような話をするわけです。そして彼らは裁判所へとこの話を持ち込み、裁判所の判断が下るまでの間、少女像の撤去についての通達というものは効力が停止することとなりました。これをもって韓国側は我々が勝ったんだ、日本側の主張というものは退けたんだという話に大いに盛り上がっている状況です。このようにして韓国側というのは世界へと一般的に通じるまさに一般論として戦争被害という話を持ち出し、そしてその中身としては日本への創作話に基づいた批判というものを展開する、こういった形式というものを使います。このドイツにおける少女像の話の他の展開として今回は2つ目の記事においてその最新の情報をお伝えしました。まさに旭日旗についての問題についても全く同じような構図です。いわば日本を批判するための材料として新たに作り出したものだと言えるでしょう。なぜならば戦後何十年とこの旭日が問題になったことは全くなく、今世紀に入ってから彼らが旭日旗は問題であるということを新たに言い出したからです。潜水艦大芸の進水式に関して報道の批判的なコメントなどについても全くの嘘に基づいた批判というものが流れています。例えば日本の軍事費は増大の一途をたどり、自由気ままに軍拡を繰り広げているような批判をしているわけですが、現実に軍事費が伸びているのは日本ではなく韓国の方です。韓国の軍事費というものは伸び続け、それによって日本の防衛費を抜くのはそう遠くないと言われています。それこそ数年以内に軍事費のその額だけで言えば日本の防衛費を超えるとさえ言われているのです。一体どちらの国の方が軍拡をしているのかといったことについては全く現実を知らないコメントだと言えます。しかしそのような批判コメントが出る背景には、私が指摘したように韓国の政府というのはまさに日本という国はいかに悪いことをしてきた国かといった話をすり込んでいるからこそ、こういった行動に対して自分たちが絶対的な正義の立場であるという前提に立って日本を批判するわけです。私たち日本人は韓国政府が国民向けに対して行っている教育、日本を貶めることは正義であるといったこういった彼らの教育方針や、それに基づいて行われている反日活動をする団体への資金提供や人員支援、さらには外交支援、政治家らの協力、そして彼らの歪んだ正義感に基づいた活動を日本が反発すると、これを邪魔者扱いする、こういった行動それぞれについて日韓関係のそれこそ基本情報としてより多くの日本国民が共有しなければならない知識だと考えています。こうした基礎知識をより多くの人々が共有することによって、韓国に対する評価というものはようやく低評価というものが過半数を超えることになるでしょう。そのような世論が醸成された中において、ようやく日本国内における新韓派の議員たちの活動というものもある程度狭まってくることになります。現在のように韓国に対する低評価というものが過半数を超えない状況というのは、日韓議連に代表されるような新韓派の議員たちに活動の幅を広げさせる、そういった土壌にもなってしまうのです。ただここには私も一つの反省点があって、ここ最近は私は米中冷戦へと焦点を当てて動画を作り続けていることもあって、韓国に対する動画というのはその制作の割合というものはかなり下がってきています。そうしたこともあって、韓国が一体どのような国であるかということを知らしめる活動としては、私の活動も鈍っていたと言わざるを得ません。そうした意味で韓国が一体どのような動きをして日本を貶めようとしているのか、そういった動画についてもこれからも定期的にもう少し作り続けていかなければならないなと思いました。皆様このニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そしていいねと思ったらぜひともこの動画を拡散してください。自分が納得するだけではなく他の人に知らせることによってこうした世論というものは醸成されていきます。ですから拡散するということが非常に重要なのです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。